こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は今まで YouTube のコメントでおすすめしてもらった文房具を買ってみたら、どれもね、大当たりだったので、ちょっと紹介していこうと思います。一つ目はこちら、ソニックのオレパウィズミニハサミ880円です。商品名の通り、この突起のあるパーツをグッと引っ張り出すとミニハサミが出てきます。ところで、こちらは何をするための文房具か皆さんわかりますか？見た目がね、ヒントになるかな？あんまりヒントにならないかも。答え発表の前に同じシリーズからもう一つ、オレパウィズのり495円。こちらも名前の通り、黄色のスティックのりが付属したアイテムとなっています。ということで正解発表。こちらのアイテムは紙をリサイズできるプリントカッターになっています。例えば A4 のコピー用紙の一部だけを切り取ってノートとか手帳に貼り付けたいときに役立つアイテムです。使い方はすごく簡単です。まず最初に切り取りたいサイズに紙にね、折り目をつけます。そしたらこのオレパの出番です。丸い穴が開いてる方を上にして持って、下側から本体の溝に紙の折り目を差し込みます。あとはね、スライドするだけで OK。直接刃に触れることなく安全にね、紙を切ることができました。で、もう一つのオレパも使い方は一緒です。溝に紙を挟んでスライドさせるだけ。折り目に沿ってね、まっすぐ切れるので、最初のね、折り目が大事かなと思います。で、オレパ with のりの方であれば、このままね、のり付けして、ノートに貼ることができます。もう一個のオレパ with ハサミの方は、ハサミのおかげで曲線も切れるので、なんか日記に紙物貼りたい時にね、自由度が高くて相性良さそうです。もともと緑のゴミが出ないレターオープナーっていう商品を紙のリサイズカッターとしてもね、私は使っていて、それを紹介した動画で、オレパっていう専用のね、文房具、紙リサイズの文房具があることをコメントで教えてもらいました。緑のレターオープナーは薄くて軽く、オレパシリーズはハサミや糊の分だけね、少し重く感じます。糊やハサミと一緒なのがすごくね、相性が良くて、もう早速ペンケースとね、デスクに1個ずつオレパを配置しました。次はおすすめしてもらって初めて知ったメーカー、紙のミルフィーユからグランドホワイトというノートです。これね、フィルムが全然剥がせない。中のアイテムがね、紙物なので力を込めるわけにもいかず、ちゃんとね、カッターで慎重にフィルムを破ります。今までこういう放送の時に無理やりね、爪でカリカリやって中のものがね、傷ついてたんですけど、30歳超えて約2年ですね、道具を使って開ける心の余裕が最近やっとできました。もうちょっとでね、開くって思うと、なんか怠惰な自分が出てきて、道具を取り出すのをサボるんですけど、いい加減ね、学びました。では商品ですが、白い表紙で中は鮮やかなターコイズブルー、厚手の表紙ですが溝入れ加工がされていて折り返すことができます。で、地層に見立てた3色の本分紙で8枚ごとに切り替えられているそうです。336ページ、2.4 センチほどの厚みがありますが、240g と軽量で表紙をね、折り返して使えます。こんなにね、分厚いのに折り返せて持てるし、しっかりとページが開くことに驚きました。ちょうどアイデア帳がもうあと数ページで終わりそうだったので、次はね、こちらを使ってみようと思います。で、書き心地はクラフト紙の封筒をイメージしてもらえたらいいかなと。シャーペンでもボールペンでも書きやすい感じですね。ですごくね、軽い紙ではあるんですけど、ペラペラな感じはなくて、なんかしっかりした風合いがあります。で、手元のペンでね、いろいろ試した感じはどれも裏抜けせず、後ほどね、万年筆でも試したんですが、裏抜けしなかったので、筆記具を選ばずに使えそうです。シンプルなね、デザインで、触る前から高品質なんだろうなってね、わかります。めっちゃね、いいものを教えてもらいました。で、せっかくなのでね、もう一つ、同じく紙のミルフィーユから袋閉じノート A6 サイズを購入しました。中身は薄紙を全80枚袋閉じされて閉じられています。見開きページに収まらなければミシン目で袋を開いてページを延長できるノート。コンパクトなサイズで中の紙が大きいみたいなノートが欲しいと思っていたところにこのねノートを見つけたのでかなり理想に近いなと。
で、ミシン目をね、慎重に切り離すと2倍の大きさになりました。で、ミシン目は両面に入っているので、両方切り取れば、こんな感じでページをね、取り外すこともできます。紙は銀行の帳簿用紙として開発された万年筆や鉛筆での書き心地が良いバンクペーパーっていうのが使われているそうです。薄い紙なのにね、安定した書き心地でなんか不思議です。万年筆でもいけるならと思って水性ボールペンも試してみました。全然いけましたね。書いてすぐはインクがもちろん乾いてないんですけど、少し待てばしっかり乾いています。インクが弾かれる感じも全然ありません。また薄紙なのでこんな感じでうっすら透けるので、トレーシングペーパーとしてもね活用できそうです。どんな使い方ができそうか考えるだけでワクワクするノートに出会えました。次はトンボのモノグラフファインというシャーペンとユニのハイユニというシャーシン、あとついでにネットでレビューが高かったパイロットのネオ X グラファイトというのをね購入してみました。シャーペンは細身でシンプル。モノ消しゴムとね、同じカラーがキャップ下にあしらわれています。下の方に重心があるようで、握った時にね、手にしっくりくるような、吸い付くような感覚がありました。でね、なんか振ると、こんな感じで音がします。フリシャーではないらしいんで、何の音なんですかね。で、書き心地はね、もうほんと良かった。書いていて文字も見やすいし、シャーペンがこう手に吸い付いてる感じで安定してかなりいいです。もうね、書いててすごく楽しい。いや、すごいですね、シャーペンの進化。で、お値段は定価1210円とね、シャーペンにしてはやっぱ高いかなと思うんですが、もう全然元取れます。文字のね、練習とかしたくなってきました。で、動画を作るためにこのサイト見に行ったらもう一つ良さそうな機能が、消しゴム側にロック機構がついているそうで、使う時に勝手にノックされて写真が出てこないようにロックがねかかるそうです。では写真をユニのハイユニに変えて、ちょっとまた書き心地をね試してみようかなと思います。写真を新しく購入したのはもしかしたらね高校生ぶりかなと。購入したのは 2B っていうね濃いめの芯をチョイスしました。画面越しでもね線がくっきりと読みやすいですね。で、芯は柔らかくねスルスルと書けます。私筆圧強めなんですが、芯がね全然折れないのですごく不思議。ただね、線は太くなっていくので適当にシャーペンの向きを変える必要があるんですけど、すぐ滑らかな線になるので書きにくさはねないです。なかなかいい。次はパイロットのネオ X グラファイト。こちらは 0.3mm を購入しました。最近ね、ユニアルファゲルスイッチっていうシャーペンが好きでよく使うんですけど、0.5mm の方は問題ないんですが、0.3mm の方はね、芯がポキポキ折れてしまってね、困っていました。で、こちらはネットでね、折れにくいと高評価だったので、ちょっと試しに購入。いやー、確かに折れないです。デフォルトの写真の時は5文字も書いたらすでにね、芯は折れていたと思います。もう全然折れる心配なくじゃんじゃん書けます。なんか 0.3mm のシャーペンは私には無理なのかなって思ってたんですけど、写真の問題だったんですね。これはね、結構大きな発見した気がします。筆圧高い方ぜひね、グラファイト試してみてください。全然折れませんでした。次はパイロットの角野という万年筆です。存在自体はね、結構前から知ってたんですけど、カベコの万年筆でハマっていたので、優先順位が落ちてました。で、おすすめしてもらって、改めてね、デザイン見てすぐにね、購入。角野のね、まどろみカラーです。優しい万年筆ということで、かなりわかりやすい取扱説明書が入っています。で、お値段も万年筆にしてはお手頃な1500円前後ということもあって、デビューにね、ちょうどいいなと思いました。で、私はまどろみブラウンとまどろみライトブルーっていうね、自分の2色を購入。ペン先はね、ゴールドで品があります。このペン先に描かれた笑顔とね、目が合う向きを意識することで正しい向きで持てて、あとはペン軸も緩やかな三角になっているのですごく持ちやすいですね。本体以外にカートリッジもね、付属していました。カートリッジのインクは黒でしたが、他にも赤、緑、黄色とかね、豊富なカラーがメーカーによってね、販売されています。ちなみにまどろみブラウンの方が線の太さが M と呼ばれる一般的な太さのペン先になっています。まどろみライトブルーは M より
少しね、細い EF という極細字のタイプのペン先にしました。で、カートリッジ入れてすぐにインクが出てこないときは、カートリッジをギュッとね、こう何度か押すと出てきます。はい、無事にインク出てきました。ということでセットアップ完了。せっかくなのでね、紙のミルフィーユのノートに書いてみます。これはね、過去最高に書きやすいかも。すごいです。ペン先が紙に当たるような、なんかカリッとした感覚はなくて、適度にインクが出てきてくれて、めっちゃ書きやすい。で、書いてるとなんかね、心が柔らかくなるような感覚。めっちゃいいです。本体も少し太めの軸が持ちやすくて、で、何よりね、このノートの紙質も相まって書いててすごく楽しかったです。続いてね、EF 極細字の方も試していきます。細い万年筆はインクがね、かすれてしまったり、インクの出が悪くてペン先で紙をひっかいちゃうような万年筆も、他にね、ある中で書くのはね、すごく滑らかです。この撮影終わった後にすぐこの万年筆使って日記をね、書きました。長文書いても小さな文字を書いても全然扱いやすかったです。そしてね、紙のミルフィーユの方のレビューにもなりますが、万年筆で書いてもこんな感じで裏抜けすることなく、にじみもなく書けました。最後は国用の持ってというファイルですね。10枚入りのクリアファイルなんですが、すんごいね、背表紙がスリムです。現状はね、ちょっと今入れるものはないので、一旦購入だけ。日に日にね、保管が必要な紙資料は増えているので、利用用途をね、近々決めようと思います。中は透明度の高いポケットで、資料を入れたまま読めます。ファイル売り場って文房具屋の中でも目が滑るというか、パッと見て違いがわからなくて、選ぶ基準がサイズから値段くらいしかないので、おすすめを教えてもらえると新しいものと出会えていいですね。で、この持ってシリーズっていうファイルのね、やつは、持ち出しやすく出し入れしやすいっていう工夫がされたファイルのね、シリーズで、他にも2種類の展開がありました。で、1個はハードカバータイプで、中の書類が折れにくくて、あとは書類脱落防止ストッパーがついていたりとか、仕切りの外側には A3 用紙が入るポケットがついていました。で、もう1個はポケットが大きく開いて出し入れしやすく、そしてね、1ポケットに複数枚の資料を入れることができます。なかなかね、持ってシリーズ便利そうですね。なんかね、ちょっと他の商品も気になります。とりあえずはね、こちらは利用用途が決まったら、また動画でちょこっと紹介しようと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。おすすめをコメントしてくださった方、素敵な文房具を紹介いただき本当にありがとうございました。これから愛用していきます。ちょこっとおまけ、サムネとオープニングに映っていたこのクリップは撮影後におすすめされたものじゃなくて自分が単に気になって買ったものだったと分かったので、後日ね、また別動画にしようと思います。またね。